皆様ご視聴ありがとうございます。前回の動画の続きになりまして、今私は中国の湖南省、扶養地におります。日付は2025年の2月8日でございます。で、これからこちらからですね、日本に戻っていきますので、その様子をお届けしたいと思います。前回の動画の最後にも言ったと思いますけども、こちら今扶養地にいるので、扶養地から電車で張家界の方に戻りまして、そこから空港に行きまして、で飛行機に乗って上海からセントレア中部国際空港に戻っていく、移動をですね、一本でお届けしたいと思います。で、今ですね、高速鉄道の扶養地駅に来ております。ここから1駅だけなんですけど、20分ぐらい乗りまして、まず張家界の方に、戻るというか、移動をしていきますので、行きましょう。ということで、駅に入りました。列車までとりあえず待ちましょう。張家界に着いてもね、まだフライト夜なんですよ。22時なんでだいぶ時間あるんですよね。今回のルートはちょっと特殊なんですよね。最初はね、もともと違うルート組んでたんですよ。一旦調査に戻って2時間ぐらいかかるのかな、その張家界から。で、調査の空港の方がでかいんでね、そこからソウル経由して日本に帰るとか、上海まで、そこからまた乗って移動するとか考えたんですけど、どれもね時間が良くなくて、で結局のところ張家界に戻って、この扶養地からね、でそこから、国内線で上海のまで行って、上海到着が日付変わって0時過ぎぐらいだと思うんですけど、そこから朝のねセントレア便に中国東方航空で乗り継いだ方が一番早くて分かりやすいというか、リスクがなさそうだったんですよね。ただその代わりフライトが夜になるので、張家界着いても半日ぐらいちょっと待たないといけないし、で上海着いても朝の9時ぐらいまで待たないといけませんので、0時過ぎに着いてね、乗り継ぎの時間がすごい長くなってしまってるんですよね。でももうこれはやむを得ない感じだったですね。なんでちょっとどうしようかなと今思ってます。で、一回張家界に今から戻るんで、マッサージとか、飯食ったりして、で時間になったら空港に行って、でまた上海に着いたら上海でまた9時間空港の中でどう過ごそうかなみたいな。もう夜中ですしね、ちょっとだるいっちゃだるいですね。パッと移動できない。ここ最近乗り継ぎ1時間とか結構世話しないやつだったんで、でもその代わり成功すれば早く帰れるんでね、良かったんですけど、これはもう時間を待たないといけないんで、ちょっとそれがなんとも言えないなみたいな。ちなみに張家界空港から、上海からセントレア、これ東方航空投資で取ってるんですけど、多分上海で1回荷物受け取ってチェックインし直しとかあると思います。で今回ちょっと奮発してビジネスクラス取りました。エコノミーでね4万ぐらいだったんでね、だ結構高くて、でその代わり電車で移動すればね安いかなと思ったんですけど、電車時間かかる上に結構高いんだよねそう長距離の移動になると。だからいいやと思って飛行機にしたんですけど、で4万ぐらいで、それをビジネスクラスに変更したら7万8000とかだったんですけど、ちょっとその当時ね計画を組んだ時、こんだけ1週間ハードで動くんで、もう体ボロボロになってる可能性があると思って、ビジネスクラスを、取ったんですよね。最近東方航空の国内乗り継ぎ&日本に帰国みたいなビジネスクラスばっか乗ってるんですけど、それでも安い方ですね。エアチャイナとかアシアナとか大韓とかで乗り継いで帰るビジネスクラスだと10万以上はするんで、15万とかかかるんで、意外と中国もね一見安いんですけど安くないところも結構ある。爆安な金額で、例えば日本、上海、バンコクとか中東とかでね往復3万とか4万とかヨーロッパとかも行けたりするチケットもあるにはあるけど、意外とそう全部あるわけじゃない。だから大学生の方とかね、エアチャイナとか東方航空、南方航空安くて使ってヨーロッパとか行く人もいるんですけども、意外とね国内線で偏僻な場所から日本に帰るとかってなると料金が強気なんですよね。その中国人もお金がある人が海外旅行行くと思うんで、その人たちに合わせてんのかなみたいな感じはしますけど、でも8万高いですけどもう払っちゃったんでね、確実に多分その方が座って、エコノミーでも座れますけど負担なく行けるかと思って、今回ちょっと甘えちゃってますけど、年明け中国にいて1週間ぐらいいて、でまた日本で数日いて、また1週間以上中国みたいな感じなので、中国ばっかりですね最近ね。ネタが多いっていうのと、見どころも多くて皆さんから結構需要があるなと思って言ってるんですけど、でもそろそろやっぱ飯はね正直言うと
まずくはないですけど、日本で食べる中華料理の方が絶対美味しいですし、ちょっと脂っこいのと辛いのが多いんでね、全然食べれるんですけどね、なんかそろそろ本当に飽きてきたっていうのが自分の、感想ですね。うまいものももちろんありますけど、早く日本に帰りたい。とりあえず間もなく、ゲート開きますんで、張家界まで移動します。それでは改札開けましたんで持ってきましょう。20分ぐらいだけど、それで張家界西駅着いたらちょっとまた街中に移動してタクシーで飯食いましょう。今お昼の2時ぐらいなんですけど、お腹空きましたわ。ちなみにこちらの不用地駅から張家界西駅まで、1区間なんですけども1300円ぐらいでした。で1等車取っております。1区間だけですけど非常に快適な座席です。素晴らしい。各位旅客，广铁 U 各位旅客，广铁 U 采提。各位旅客，广铁 U 采提市民，列車已經到達。ということで到着しました。張家界西駅に戻ってきました。今電車に乗りながらどうやって時間を潰そうか考えてたんですけど、一旦先日私が泊まったホテルの近くまでタクシーで移動して、そこにねマクドナルドあったんですよね。マックで昼飯食べて、でその後先日行ったマッサージ行こうかな。でなんか仮眠もできるんですよね、あそこのマッサージって。ちょっとその辺もちょっと聞いてみないと分かんないですけど、行ってみようと思います。とりあえず張家界の街に戻ってきました。まずは飯を食いましょう。もうちょっと中華料理とかこのトゥチャ族料理飽きたんでマックが食べたいです。他のあればいいけどさ、韓国料理とかちょっと変わったものがないんだよね。なんでマック行きます。このビルのところにマックがあるんで久しぶりに食べるな。ここですね。吸い込まれるようにマックに入ってしまう。張家界のマックはこんな感じですね。まだ旧正月っぽいですね。ほぼ席埋まってます。ここで食べます。ということで注文したマックが来たんですけど、ちょっと間違えました。ダブルチーズバーガー2つになってるわ。そう1個にしか頼んでないつもりだったんですよね。あとチキン頼んだつもりだったんですけどなんか多分俺押し間違えてて、ドリンクも2つになっちゃった。コーラのちっちゃいやつと本来頼んでたCC レモンみたいなやつまあいいや食べますわ。めっちゃお腹空いてるから。これダブルフィッシュバーガー、フィレオフィッシュですね。たまにねこの中国のマックのモニターで自分で選ぶやつなんかミスるときありますね。何なんだろう。画面表示多分ちゃんとやってるはずなんだけどな。まあいいや。これでね70元ぐらいだったんで1500円ぐらい高いですね。本来はこれが1個でチキンだったんですけどね。まあいいや、食べます。いただきます。中国のマックだとこのクリスピーポテトみたいなのが選べるんで、これおすすめです。中国のダブルチーズバーガー、まあ正直ね日本よりちっちゃいですね、サイズは。なんか雑な感じです。スパイシーチキンバーガーが一番美味しいんですけど、今日はもうなんかチキンばっか食べてるんでこれにしました。とりあえず飯食って今時間潰しましたけど、まだ8時間ぐらいあるんですよね。なんでホテルの中にあったスパマッサージ屋さん先日行ったんですけど、あそこにちょっと行ってみようと思います。はい、先日も来たんですけど、ここの3階にねマッサージ屋があるんですけど、すごい良かったんで、ちょっと高いかな。他のとこ見たらちょっと割高だったんですけど、部屋でなんか寝れるっていうのがいいですよね。しかもタバコも吸えて充電もできるんで
はい、ちょっともうここはケチらず行きましょう。はい、ここなんですけど、行きましょう。ということで部屋に入りました。90分の足の裏のマッサージで、199元でした。スタッフの方に部屋で仮眠とかできるのかって聞いたら、終わった後好きなだけ寝ていいよって翻訳して言ってくれました。好きなだけってどれぐらいなんだろうね。3、4時間ぐらいは寝ていいってことなのかな。まあ言われるまで部屋使っていいってことですよね。よくわかんないんですけど。とりあえずあったかい部屋でマッサージ受けて、で、充電とかして、ちょっと時間を、飛行機まで潰そうと思います。あれからね、3時間以上経ったんですけども、マッサージも終わって、ちょっと仮眠もすることができました。いやー、だいぶ体力回復しますね。で今、時間がもうすぐ夜の19時ぐらいなんで、あと1時間もすれば、チェックインとかできると思うんで、はい、これでもタクシーで空港行きましょう。これめちゃめちゃいいね。この部屋で、くつろげる時間も含まれてるっていうのがね、マッサージ終わった後に、ちゃんとこう部屋だし、ホテルの部屋ですからね。いやー、良かったです。これナイス選択肢だったと思います。じゃあ張家界空港行きましょう。ということで張家界空港到着しました。全然人いないし、なんか暗いんですけど大丈夫かな。一応ね、ここから22時20分だか30分から、飛ぶ中国東方航空の上海行きに今から乗ります。はい、まずは国内線移動です。ということで張家界空港の中入りました。やっぱりまだチェックインは多分やってないですね。ちょっと見づらいと思いますけど、もう今日残り4便しかなくて、上海、プードン、広州、インチョン、海口なってますけど、最初はね、この KE ですね、大韓航空のインチョン行き乗ってセントレアに帰ろうかなと思ったんですけど、料金が結構高くてですね、エコノミーでも6万ぐらいしたのかな。で、時間はね、正直言うと中国東方航空の方が早く名古屋に着く感じだったんで、結局インチョンで長いトランジットを取るか、上海で長いトランジットを取るかっていうので、一番上の21時58分発か、これに乗るんですけど、これだと、上海で9時間ぐらい、9時間もないかぐらいのトランジットがあるんですけど、名古屋には明日のお昼には帰れると。インチョンもそういうのあったんですけども、値段が全然高かったんで、今回は中国東方航空でビジネスで帰ります。お土産屋とかはありますね。あとちょっと飯屋もありますね。ちょっと見ますか、昼間なんで。どうやらもうチェックインできるみたいですね。ちょっとしますか。ということでチェックインの方もできました。チケットの発券と荷物預けも、できました。これはありがたいですね。まだね、出発まで3時間ぐらいあるんですけども、まだチェックイン自体は始まってないんですけども、ビジネスクラスのお客さんとステータス持ってる人はもうやってました。これね、嬉しいですよね、こういう時ね。よかった、ビジネスクラス選んどいて。エコノミーの人はね、多分並ばないといけないんですけど、始まるまで。なんでもう手ぶらになりましたし、チケットも発券できたんで、あそこにね、ラウンジあるんですよね。だからラウンジで時間潰せる状況になりました。よかったよかった。あと何しようかなと思ってたけどね、順調ですね。お土産はもう大したものないですけどね、とりあえずはパンダのぬいぐるみとかまずそうなお菓子ぐらいしかないです。こっちは国際線の方で、もうまだねチェックイン始まってませんけど、国際線と国内線もあんま変わんないね。同じカウンターだしね、まだ始まってません。ビジネスクラス以外の人はああやって並ばないといけないです。あとはここに1軒だけ飲食店があるね。張家界空港なんかほとんど日本人使ったことないんじゃないかな。ツアーとかで昔は来てたんかな。それじゃあラウンジ行きましょうか。ちょうど目の前に見えてるラウンジですね。制限エリアの外にありますね。こっちにもお土産屋があって、ラウンジの横がケンタッキーありますね。最悪ケンタッキーって手段も取れますね。今回は来れたんで。フットマッサージのお店もあるね。閉まってるけど、いいじゃないですか。それではラウンジ入ります。共用ラウンジですね。俺しかいないわ。貸し切り。何にもないね。はい、こんな感じかな。お菓子と飲み物。これ何かと思ったらコーラなんですね。新年のコーラと、あとお水とかもあるか。はい、ジュース。お酒はないですね。貸し切りっていうのはいいですね。誰もいないのは。さっきはマック食べたばっかなんで、
まだそこまでお腹空いてないですね。お菓子と飲み物だけ。機内食あると思うんでね。で、到着深夜でまた空港でやることなくて、なんかお店入りそうな気がするんで、はい、ちょっとこれぐらいにしときましょう。意外とこれうまいっすよ。このグリーンピースみたいなやつ。俺これ好きですね。中国でよくなんか空港とかにあるんですけど、ラウンジとかに。はい。あとこれはポテトチップスみたいなやつかな。飛行機乗る前にね、マッサージがっつり受けて、ちょっと横になれたんで、もうだいぶ体はリフレッシュできてますね。っていうかもうこのまま寝れそうなぐらい今心地いいんですけど、はい、こっからがきつい。そう、上海でね、長時間トランジット、夜が明けるまで何しようかなホテル泊まるのはね、もったいないと思ったんですよね。それだったらなんかマッサージとか、24時間やってるカフェとかあれば、そこでなんかグダグダした方が安上がりかなって思ったり、ね、すぐにまた戻ってこないといけないしね。明日の朝6時ぐらいには多分もうチェックインしてラウンジとか行けると思うんで、出発が9時ぐらいだから、これしんどいんですよね、今回の移動ね。乗り継ぎで走るのもきついけど、乗り継ぎ時間がありすぎるのもきついですよね。しょうがないね。じゃあいただきます。ポテトチップスですね。それではラウンジを出ましたんで、保安検査を受けて、国内線に乗ってきます。それでは保安検査を抜けました。相変わらず厳しいね。あと40分ぐらいで出発なんで、もうゲート行っちゃいましょう。一応保安検査を受けた後もラックインコーヒーとかありますね。あとなんか化粧品とか売ってるところはありますけど、ラウンジがもうこの中にはないんで、もう座って待つしかないですね。あれ、ラウンジあるじゃん。ないと思ったけど、行きましょうか。あと、やった、スモーキングルームがありますね。やった、ラウンジよりもこの制限エリアの方に喫煙所があるかどうかの方が私にとってはかなり重要なんで。張家界空港優秀ですね。大体中国あんま吸えないんですけど、上海は吸えるんですけどね。北京も吸えるか。何にもやることないかと思ったけど、喫煙所があるだけでハッピーになれました。はい、それじゃあちょっとラウンジ、さっき言ったんですけどね、同じラウンジですね。飲み物だけもらおうか。はい、同じ感じですかね。食べ物はいらんすわ。飲み物は下になんかあるし、このワッフルみたいなのがさっきなかったですね。これだけもらおうか。水だけもらって即ラウンジを出ました。一応ケンタッキーとか、あとマッサージやってるわ。いいっすね。45元45元なら安いね。やればよかった。もう時間ないわ。コーヒー屋さんもやってるし、ありますね。便数ないのに。保安検査抜けた後、国内線ですけどね、ここね、充実してる方だと思います。ちょっと喫煙室行きましょう。すごい真っ暗で怖いんですけど、ありました、喫煙室。ここには人がいますね。それじゃあと20分ぐらいかな。ゲート行きましょう。だんだん眠くなってきました。上海行き、ちょっと遅延しております。全然遅延しても大丈夫です。プードンで何時間も待つんで。中国東方航空かと思ってましたけど、上海航空ですね。共同運航便ですけどね、 FM 便の方でしたわ。ということでいきなり搭乗が開始しました。優先で、入りましたけど、寒っ。とりあえず2時間ぐらいのフライトです。この時間で機内食とか出るのかな。もう今22時を回ってますけど。ということで機内に入りました。新しめですね。今日隣お客さん来ないらしいので、なんかリュックを横に置いていいよっていうことで
かしてもらいました。この古いタイプのフルフラットにならないやつばっか最近乗ってますけど、ただそれの新しいやつですね。画面めっちゃでかいし綺麗だし、全部で8席しかないんですけど、これはこれで僕好きなんですけどね。安全のしおりとかなんか一切入ってないんですけどね。スリッパだけあります。機材は737ですね。新しめです。いい感じですね。余裕です。これだけのゆとりがあれば。前も言いましたけど、中国東方航空とか、上海航空の、こうやってスリッパくれるじゃないですか、ビジネスクラス乗ると。これがいいんですよ。なんかね、ちゃんと厚いやつだし、ここ中ふかふかだし、これ結構使わずに持って帰ったりします。海外のホテルとかでスリッパがない時にこれを使ったりします。これめっちゃ好きなんですよね。扰乱客舱秩序等行为，我们会及时处置并录像取证。ということで今ドアが閉まりました。今ウェルカムドリンク来ました。オレンジジュースか水かだったんでオレンジジュースを選びました。で、あったかいタオルです。ちゃんと国内線でもね、このしっかりきますね。さすが遅延してるんで早いです。動き出すまで早かったですね。先ほどの隣、これかな、中国南方航空の飛行機の方が先に登場開始して、あれは遅延してなかったんですけど、あっちの方が先だったのに早く出ました。一応機内食あるみたいですね。今オーダーを取りに来ました。何かは言われなかったです。食べ物いりますかって言われたんで、いりますと言いました。で、ドリンクはいろいろ提案されましたけど、炭酸水を選びました。ワンプレートでなんかちょっとしたおやつセットみたいのかもしれません。飞行全程中禁止吸烟，包括电子烟及同类产品，为防止意外颠簸。それでは機内サービスが始まりました。ちゃんとテーブルクロスが引かれました。こちらがこの便の機内食ですね。やっぱりおやつセットみたいな感じでした。サンドイッチとロールケーキとフルーツですね。おしぼりとかまたくれましたけど、ちょっとねお腹空いてるんでこれじゃ足りないんですけど、上海着いてからなんかやってるお店があれば食べたいと思います。特に説明することはありません。以上です。フルーツ、ドラゴンフルーツと多分メロン、パイン、オレンジみたいな感じですかね。これ何のサンドイッチなんだろう。多分ラウンジにあるような大したことないサンドイッチですね。ということで上海プードン空港に到着しました。すいません、爆睡してたんで着陸信号取り損ねました。すいません、爆睡しておりました。今上海に着きました。プードンです。眠て自分が今どこのターミナルにいるかちょっとまだ分かってないんですけど、とりあえず荷物を受け取ってもう一回今度国際線の方で再チェックインしないといけないみたいなんで、投資ではね今回行けなかったんで
はい、とりあえずそれやります。といっても今の時間が0時33分で、名古屋行きの飛行機が9時20分とかです。なんであと9時間ぐらいあるね。もうこれ空港泊ですね、きっと。寝床を見つけなきゃ。ということで荷物を受け取って、ターミナル入りました。今第1ターミナルに自分はいますね。で名古屋行きも第1ターミナルから出発なんで、ここの移動はなかったんですけど、周りねやっぱお店全然やってないです。で他のところもね多分やってないと思う。とりあえずローソンがあったんで、ローソンでなんか買います。なんか上海空港は日系のねラーメン屋さんとか、あとマックとかたくさんあると思ってましたけど、閉まっちゃうんだね。そっか、24時間じゃないか。多分ねまだチェックインできないと思うんだよな。できるかな。一応カウンター行ってみますか。3時間前としても朝6時前ぐらい、6時ぐらいにできると思うんで、そうすればラウンジ行けるんですけどね。もう6時までとしても今まだ1時なんで5時間ぐらいちょっと待機しないといけないですね。別にベンチで座ってちょっと仮眠しますか。はい、これ今出発ターミナルか。残念ながら座る場所1個もないな。もうみんな先客がいますね。どうしよう。一番奥の方は空いてました。これ横になれないけど、ここで仮眠します。ちょうどあそこですね。あそこが、東方航空のビジネスクラス以上の専用チェックインのプレミアムチェックインかあるんで、この辺にいればすぐ行けるでしょう。ローソンでサンドイッチ買ったんでこれ食べようと思います。めっちゃお腹空いた。今日の夕方4時ぐらいにマック食べて以来、もうだいぶ時間経ってるんですけど。じゃあいただきます。おはようございます。あれから4時間5時間ぐらい経ちました。もう体ボロボロです。きついな。ベンチマジできつかった。全然寝れなかったけど、でも時間は潰すことができました。はい、もう間もなくですね、チェックインとかできると思うんでしましょう。いやー、最後の最後のこの空港泊というかベンチで寝るのきついっすね。もう空港泊をする年じゃないっすね。すげえきつかった。せめて横になれればまだいいんですけどね、座った状態で5時間とかきついわ。こちらの専用チェックインカウンター行ってみますか。もうチェックインできるみたいです。こっちがビジネスファースト専用ですね。ということでサクッと専用のねチェックインで、できました。いいね並ぶこともなく。そうか、プードン空港は東方航空の拠点なんで、こういったね専用のビジネス以上のチェックインカウンターあるんですね。初めて使いましたわ。とりあえずもう荷物も預けてチケットも発券できたんで、あともうラウンジも、もう今から入れるらしいんで、そそくさと行きましょうか。よし、じゃあ行こう。ようやく日本に帰れる。それでは中国を出国します。ということで出国と保安検査終わりました。結構混んでたんですけど優先レーンありましたね、このビジネスクラス。なので待ちゼロでした。よし、もうラウンジ行きましょう。ちょうど保安検査終わったところのこの36番の、ラウンジ、ここに案内されましたんで行きましょう。今時刻は朝の5時37分。あと出発まで3時間切りましたね。ラウンジで飯食ったりちょっとダラダラしてたらあっという間でしょう。名古屋までは2時間少々のフライトなんであっという間に着きます。ここは以前も来たことありますね。でも今空いてていいわ。
前はすごい混んでた。まともなものを全然食べてないんで、ちょっとなんかあったかい麺とか食べたいですね。まあ日本に帰ればすぐ食べれますけど、ちょっと いただきましょう。はい、何でもあります。ということで朝ごはんこんな感じで持ってきました。なんか混ぜ麺みたいなやつと、まあ、朝ごはんメニューですね。はい、まあ機内食があるけど大したもん なさそうなんで、あとお腹空いたんで食べます。この広いスペース使えるからちょっとここでも寝れますね。寝不足と旅の疲れでだいぶきついわ。それではラウンジを出ます。ラウンジで2時間ぐらい寝れました。ずっと寝てました。いよいよですね。あと1時間ぐらいかな、搭乗開始まで。ちょっとタバコ吸いに行きます。ラウンジでちゃんと柔らかい場所で仮眠できたんで、もうお尻がさっきまで痛かったんですけど、だいぶメンタル的に回復しました。プードン空港第1ターミナルはここなんですよね。213と216の下のところにね、喫煙所があります。とりあえずこちらの喫煙所で一服できたんで、ゲート向かいます。なぜかもう上海の空港にいると安心感がありますね。もう日本に帰るんだっていう。よく遠くに行って最後インチョン空港で乗り継ぎとかして、もうインチョン着くともう日本みたいだなって思う感じに近い気がする。あとはあれかな、上海プードン空港まで来るとさすがに日本人が多いんで、それもあるでしょうね。やはり名古屋便は安定の一番隅っこですね。だいたいいろんな国の大きなね空港へ行くから名古屋便を乗る場合ね、コンコースとか一番端っこです。これが名古屋の格付けだと思います。久しぶりに名古屋という文字を見ました。 MU529 便 JL5616 便ですね。はい、それで名古屋までの飛行機はこれですね。エアバス320。はい、それでは搭乗開始です。ということでいよいよ、名古屋行きの飛行機乗ります。定刻ですね。遅延もありません。お客さん結構いましたね。平日なんですけども、平日じゃないわ、今日日曜日か。日曜日でも行くんだね、こんな朝早くに。名古屋便結構ねあるんですよね、上海は。いや、やっぱり張家界を出発するときにマッサージでちょっと体をほぐして、行ったのがちょっとだいぶ効いてるかもしれないですね。その後の空港の中で5時間ぐらい硬いベンチで寝たのもきつかったんですけど、今は結構大丈夫ですね。ラウンジで少し寝たら。にゃおにゃお、おはようございます。ということで機内に乗り込みました。張家界からの737でしたが、これは320です。ただほぼ一緒です。モニターついてます。でこんな感じです。はい、でスリッパかな。はい、もちろんクッションとかもありましたけど、とりあえず淡々と乗ってきましょう。今着席したらシエさんが中国東方航空のお水を持ってきてくれました。一応国際線なんで張家界からは何もなかったですけど、メニュー表が渡されましたね。メニュー表といってもドリンクですね。はい、中国東方航空茶とかあります。ウェルカムドリンクも来ました。オレンジジュース一択でした。あとおしぼりはこれでしたね。はい、ビジネスクラス8席中7人ぐらいかな。俺の横だけ今お客さん来てないです。ということでドアが閉まりました。女士们、先生们，您乘坐的是 MU529航班飞往明。Ladies and gentlemen, all flight MU529 is bound for Nagoya Central International Airport。务长，欢迎您搭乘中国东方航空班机前往名古屋。
129便中部国際空港行きにご搭乗くださいまして誠にありがとうございます。本日離陸後中部国際空港までの飛行時間はおよそ1時間35分予定しております。当機はただいま滑走路へと移動中でございます。離陸に備えまして座席ベルトをお締めになり、座席の背とテーブル並びに窓の日よけを元の位置にお戻しください。モバイルバッテリー等のリチウムイオン電池製品のご使用サービスが始まりました。男は黙って炭酸水。それで機内食が来ました。なんか天津3つのセットと、なんかよくわかんないやつです。あとフルーツとナッツですね。なんかこのパターン前もありましたね。量は非常に少ないです。全然でもこれでいいですね。もうあとちょっとで着陸なんで、自分の機内食のね提供めちゃくちゃ遅くて、他の人みんな食べてるのに俺だけ15分ぐらい遅かったです。はい、でなんか今お詫びでオレンジジュース持ってきましたけどいらないですよね結構ねこのパターン俺あるんですよ。前から順番に配ってって自分のところだけで一旦15分とか止まるみたいなで、みんなが食べ終わるぐらいの時にソーリーって言って持ってくるみたいな何なんでしょうね。そういう星の下に生まれてるんでしょうか。これなんかエビ餃子みたいなやつでした。ということで中部国際空港セントレーに到着しました。皆様、当機はただいま中部国際空港に到着いたしました。本日も主催チームメンバー中国東方航空をご利用くださいまして誠にありがとうございました。それでは皆様、これより先もどうぞお気をつけてお帰りくださいませ。本日はご搭乗誠にありがとうございました。Thank you, bye bye. ということでセントレア到着しました。今から入国審査を受けます。ということで今回は中国の湖南省扶養鎮から張家界を経由し、さらに上海を経由して日本の名古屋に戻ってきました。乗り継ぎ時間が今回は長くて、久しぶりの空港泊などをしながら過酷な移動でしたが、今回のような乗り継ぎ時間が微妙に長すぎても疲れますし、乗り継ぎ時間が短くてもリスクがありますよね。こういったところが皆様の航空券を買う際の非常に迷う部分だと思います。
今回は今後の皆様の参考例の一例として出していただければ幸いです。それでは今回の動画はこれで終わります。引き続き当チャンネルのご愛顧をよろしくお願いします。あと高評価とチャンネル登録もぜひ。ご視聴ありがとうございました。